皆さんこんにちは。コカキコです。今日はこちらのトゥーウェイコクーンカーディガンの作り方をご紹介したいと思います。今着てる状態が1番目の着方になります。後ろ姿はこんな感じです。続いて2番目の着方なんですけれども、このカーディガンの中心部分は今ボタンで閉じてるんですけれども、開く部分があります。なのでボタンを外して開くと、そこに頭を通せるので頭を通します。これが2番目の着方になります。で、こちら後ろ姿はこんな感じです。1枚で2通りの着方があるので、その時のお洋服とか気分によって着分けられて楽しいんじゃないかなと思います。ちなみに私は身長が160センチで、普段のお洋服のサイズはラージに近いミディアムなんじゃないかなと思います。ところどころで長さの説明をしているので、皆さんはご自由にアレンジをしていってください。材料はこちらになります。今回私が使っていく毛糸は、この間秋春セーターの編み方でワインレッドを使ったんですけれども、その時の毛糸の色違いになります。こちらも同じくヴィンテージ毛糸でコットンの毛糸になります。そして、色の名前がレンティル、なんか落ち着いたマスタード色、こちらで編んでいこうと思います。前回のセーターではちょっとキュッとさせたいなと思ったので、こっちですね、3ミリのかぎ針を使って編んだんですけれども、今回はメインパーツはそれよりもうちょっとゆったりさせたいなと思うので、3.5 ミリなので6号ですね、6号の針で編んで、リブの部分キュッとさせたいなというところは3ミリなので5号のかぎ針で編んでいきたいと思います。皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針をご用意ください。で、別にマストではないんですけれども、そのメインのパーツを編むよりも若干小さめのかぎ針を用意されたら、リブの部分がキュッと引き締まった感じになるんじゃないかなと思います。そしてあと必要なものは、ハサミ、とじ針、これがとじ針ですねすいません。とじ針、ステッチマーカー、メジャー、そしてボタンなんですけれども、ちょっとまだ作ってないのでどれにしようか決まってないんですけれども、このぐらいの大きさのボタンが4つぐらいあれば足りるんじゃないかなと思います。では編んでいきたいと思います。まず編み始めは下のリブの部分から編んでいきたいと思います。なので細い方のかぎ針で編み始めます。で、リブ今回は、中長編みにしていきたいと思います。なので鎖編みと中長編みを編んでいくという編み始め方でいきたいと思います。私はこの編み始め方が好きなんですけれども、基本的な編み始め方、鎖を編んでから中長編みを編み戻ってくるという方がお好きな方は、そちらで始めていただいても全然問題はありません。では編んでいきましょうか。まず作り目をします。そして次、鎖編みを3目編みます。1、2、3と編んだら、針に糸をかけて一番初めの鎖編みの片山と裏山を取ります。こんな感じですね。そうしたら糸をかけて持ってきて、ちょっとこの時この持ってきた糸を長めに引っ張っておいてください。そしてまず鎖を編みたいので1目だけを引き抜く。次、長編みじゃなくてすいません、中長編みを編みたいので、針に糸をかけて残りの3本ですね、これをすべて引き抜きます。これで1番目の目が完成です。最初の鎖は立ち上がりの役割をするんですけれども、今回この端っこの鎖は目の数とはカウントせずに編んでいきたいと思います。そしたら、慣れてる方は必要ないかもしれないんですけれども、この一番初めの目にステッチマーカーを入れておくと、次の段の最後が分かりやすいと思います。では続いてもっと編んでいきましょうか。
針に糸をかけてから次に針を入れるところはこの左側の端っこのラインになります。ここに針を入れると後ろ側にも同じような目があるので、それも拾ってください。2本拾ったら糸をかけて持ってきます。この時気持ち長めに引っ張っておいてください。そして糸をかけて左1本を引き抜いて鎖編みを作ったら、残りの3本を引き抜いて中長編みを編みます。こんな感じで偶数目70センチになるまで編んでいきたいと思います。70センチ分編み終わりました。私の場合、目の数は140目になっています。続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目はとてもシンプルに、なんかこんがらがってますけど、とてもシンプルに中長編みを編んでいきたいと思います。まず立ち上がり、今回はこの中長編みを編む時は立ち上がり鎖2目をするんですけれども、それは目の数とは考えないで編んでいきたいと思います。鎖2をしてひっくり返したら、これは目の数ではないので一番初めの目、根元の目ですね、ここからスタートしたいと思います。なので針に糸をかけて根元の目から中長編みです。もうこのようにすごくシンプルに増やし目も減らし目もない中長編みをずっとステッチマーカー、この最後のステッチマーカーが入っているところまで編んでいきたいと思います。そうしたら、2段目だけではなくって何段編みましょうかね。お好きな幅でいいんですけれども、リブとして欲しい幅分、私は4段前後、この増減なしの中長編みの段を編んでいきたいと思います。3段目まで編み終わりました。幅の方は今2センチぐらいになっています。私はもうこれでリブが終わりでいいかなと思うので、中長編みの段はおしまいにしたいと思います。続いて模様編みを編んでいきましょう。まず最初にかぎ針の方を今まで編んでいた細い方から太い方に交換したいと思います。では模様編み1段目編んでいきましょう。まず最初は立ち上がりの鎖2目です。この2目は目の数1と数えたいと思います。そして作品をひっくり返したら次の目、今この鎖は1目と数えたいのにすいません、数えたいので、この根元の目ではなくってその隣の目ですね、ここから編んでいくことになります。でこの次の目には長編みを2本編み入れます。同じ目に長編みを2回です。1回、同じ目に2回と編みます。あとはこれの繰り返しになります。1目飛ばしてその次の目に長編みを2回、1回、2回、これを繰り返して編んでいってください。飛ばして長編みを2目です。模様編み1段目、最後のところになっています。今ここの目には長編みを2回編み入れていて、残り2目となっています。そうしたら1目飛ばして一番最後の目に長編みを編みたいと思います。ちょっとここを中長編みにしてみたらつった感じになってしまったので、最後は長編みでいきたいと思います。これで1段目が完成です。続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目も基本的には1段目と全く同じ編み方なんですけれども、下の前の段が違うのでちょっとお見せしたいと思います。まず立ち上がりは鎖2目をします。そしたら作品をひっくり返して次の目、ここからはすべてこの長編みを2回編み入れているうちの右側の上に長編みを2回編み入れていくという感じになります。なのでこの2本のうちのこの右側の上ですね、
こに長編みを1回2回と編んだら、これをずっと繰り返していく感じです。なので次はこの隣の長編み2つを見て、その上ですね、ここに長編みを2回1回2回、これを繰り返していってください。2段目最後のところになっています。そしたら最後は前の段長編み2つの次、鎖で立ち上がったとこがあると思うので、その鎖の2番目に長編みを編み入れたいと思います。針に糸をかけてから長編みじゃないですね、鎖の上に針を入れて長編みです。これで2段目が完成です。そしたら、針の方をこのリブの部分より模様編みは太くしているので、目の数は変えていないんですけれども、だんだん、作品がこう扇形に広がってくるかなとごめんなさい、猫くんが向こうにいるんですけれども、広がってくるかなと思います。それは自然に広がっても全然問題はないので、私はそしたらそうですね、この模様編みを長さが10センチぐらいになるまで、この増減なしの模様編み2段目の編み方を繰り返していきたいと思います。10段編み終わりました。長さの方が10センチぐらいになったので、次の段から増やし目を始めたいと思います。ちなみに今横の長さなんですけれども、結構目が広がりまして、ご覧の通りまっすぐメジャーを置いた状態で85センチに私はなっています。この幅の広がり方は皆さんそれぞれ違うかと思うんですけれども、次からの増やし目の段の数で幅はコントロールしていってください。では編んでいきましょう。増やし目の段は最初立ち上がり鎖2ではなくって3で始めていきたいと思います。で、増やし目の段はこの編み始めの最初の目と一番最後の目のみで増やしていくので、その他の目は普段の段と変わらない感じになります。では編んでいきましょう。まず鎖3で立ち上がったら、根元の目なのでここですね、この最後に前の段最後に編んだ長編みの上に長編みを編みます。そしたらあとは今までと同じで、前の段のこの長編みの2本のところの右上の方ですね、ここに長編みを2回ずつ編んでいきます。増やし目1段目最後のところに来ています。最後はここの前の段の鎖編みのところなんですけれども、ここに長編みを2目編み入れたいと思います。ここに長編みを1回、そして同じ目にもう1回、これで増やし目の1段目完成になります。編み始めと編み終わりでそれぞれ1目増えたことになります。続いて増やし目の2段目いきたいと思います。立ち上がりは鎖3目です。そしたら作品をひっくり返して、まず最初この根元の目に長編みを2回編み入れます。1回2回と編んだら、あとは普通と同じですね、この長編みの右側の方に長編みを2回ずつ編んでいってください。2段目最後のところになっています。最後はこの端っこから2番目の長編みですね、ここにも長編みを2回編み入れてください。1回
2回と編んだら、端っこの立ち上がりの鎖ですね、ここの上には長編みを1目編み入れます。これで2段目が完成です。あとはこの増やし目の段の1段目と2段目を交互に編んでいってください。で、私は20段編んでいこうと思うんですけれども、皆さんは何段でもいいので偶数の段編んでいくようにしてください。ちょっと猫くんが邪魔ですけれども、20段編み終わりました。なんですけど、もうちょっと長くてもいいかなと思うので、増やし目の段をもう6段編んでいきたいと思います。ちなみに今のサイズ、一番長いところ横が115センチ、縦が31センチになります。増やし目の段もう6段編み終わりました。なので私の場合は合計で26段増やし目をしました。今サイズの方は一番長いところが120センチ、そして高さは37センチになっています。で、編み終わってから気がついたんですけれども、この一番長い部分、肩幅じゃないですね、一番長い部分、ここでは120センチなんですけれども、この後増減なしの目を編んでいくんですけれども、そうすると若干短くなるようで、仕上がりは117センチになっていました。では続いて増減なしの模様編みをまた編んでいきたいと思います。立ち上がりの鎖は3ではなくて2になるのを間違えないようにしてください。私はこの増減なしの模様編みを10目じゃなかった10段編んでいきたいと思います。増減なしの段を10段編み終わりました。段の数は3段、10段、26段、10段の合計49段になっています。今この時点のサイズは横が117センチ、縦が45センチになっています。続いて首のリブの部分を開けていきたいと思います。首のリブは裾と同じように中長編みを3段編んでいこうと思います。で、今回首のリブは23、4センチ開けていこうと思います。先ほど物差しを当てたところ、23、4センチ開けるために私は目の数が38目必要ということが分かっています。ではここで計算をして、どこで首のリブを開けたらいいのかを考えていきたいと思います。私の場合140目でスタートをして、増やし目の段は26段編みました。増やし目の段は1段につき2目増えるので、かける2をしたら192なので、私は今現在192目あるということがわかります。そしたらその192から首の分の目の数38を引きます。そうすると154という数字が出てきます。そしたらそれを左右2つに分けたいので、割る2をしたら77ということで、私は左右77目編んでいけばいいということがわかります。首のリブの部分1段目77目編み終わりました。このステッチマーカーのところから次のステッチマーカーのところまでが私の首の部分になります。ここを中長編みで編んでいこうと思ったんですけれども、ここだけじゃなくてちょっとその手前と後のところですね、もう中長編みにした方が可愛いんじゃないかなと思ったので、今77目編んだんですけど、どのぐらいでしょうね、4目ぐらいかな。戻してそこから中長編みを始めたいと思います。なのでここからは1目ずつ編んでいく中長編みをします。今この2目入っている隣は飛ばす目なので、その次からですね、1目ずつの中長編みです。これを私の場合は 38+4+4 なので42の46目編んでいって、またここプラス4ですねまで中長編みをしたら、また模様編みをしていきたいと思います。そして次の段も同じようにずっと模様編みをしてきて、
この前の段中長編みを編んだところからまた中長編みなんですけれども、模様編みじゃないですね、首のリブの段3段編むうちの2段の中長編みは針を細い方に、中長編みを編む時だけ細い方に変えて、もう2段合計3段になるように編んでいきたいと思います。首のリブ3段編み終わりました。次の段ではここ頭を通すための穴を開けていきたいと思います。なのでまずは模様編みでステッチマーカーのところまでですね、私の場合は77目編んでいきたいと思います。模様編みをずっと編んできて、今私の場合は中長編みを4目編んだところです。そしたらこのステッチマーカーを入れておいた、頭の空き部分ですねを作るところに到着します。そうしたら頭の空き部分は今回鎖編みと中長編みを一緒に編んでいくという編み方でここを飛ばしていきたいと思います。でここからが、ちょうど折り返し地点ということになります。なので編み方は前編んでた編み方を逆にずっと編んでいく感じになります。なのでこの中長編みの部分はこの段と次の段、この細い針に変えて編んでいって、その次の段3段編んでいくんですけれども、3段目は太い針で中長編みも編んでいこうと思います。では編んでいきましょうか。針に糸をかけてから、さっき編んだ目、中長編みを先ほど編み入れた目に針を入れて、糸を持ってきて気持ち長めに取ります。そして針に糸をかけて左1本を引き抜いたら、次針に糸をかけて残りの3本を引き抜きます。この編み方自体は最初の立ち上がりと全くすいません、全く同じになります。これで私の場合は、飛ばしたい目の数が38なので38目編んでいきたいと思います。鎖編みと中長編みを一緒に編んでいくという目38目編み終わりました。そしたら続いて反対側の着地点にといいますか、こっち側ですねに、つないでいきたいと思います。このまま次の目中長編みを編むと、ちょっとこの今編んできた目の下側がブラブラした感じになるので、下をつなげたいと思います。なので次、私の場合この着地地点は中長編みを1234と編みたいので、4番目の目のところになります。そしたら次はもう一回先ほどと同じように、針に糸をかけてこの左側の目を拾います。拾ったら糸を持ってきて、そしたら次これを本体につけたいと思います。ステッチマーカーを取って、取れない、取って入れたい目に針を入れて、で糸をかけて左2本、今4本針に糸はあると思うんですけれども、この2本を引き抜きます。なので1本2本と引き抜いたら、今針に糸は3本あると思います。そしたら残りの3本を引き抜きます。これで長編みじゃなかった中長編みが本体にくっついた感じになります。そしたら私はあと中長編みをもう3目ですね。1、2、2、3、よいしょと編んだら針を変えて、で模様編みを編んでいきたいと思います。リブの5段目を編んでいるところです。5段目ではボタンホールをつけていこうと思います。私はここの38目あるうちのボタンホールは8目、19目
30目のところのこの3箇所でボタンホールを作っていこうと思います。中長編みのところを編むときは細い糸に変えてから中長編みを編んでいって、ボタンホールを開けたい目に到着したら、そしたら単純に鎖1をして目を飛ばしたいと思います。鎖1をしてボタンホールの目は飛ばして、次の目には同じように中長編みを編んでいくんですけれども、この時、このボタンホールに皆さんがつけたいボタンがちゃんと通るかですね。ちょっとまだ台から外してないんですけれども、これを台から外してボタンが通ることを確認しておいてください。そうしたら同じように他のところも鎖1で飛ばしながら編んでいって、で模様編みを編む時はまた太い針に交換して、もうそうしたら中長編みを細い針で2段編んだことになるので、次の段は太い針のまんまで中長編みも編んだら、あとはこれを反対に編んでいく感じになるので、私の場合は増減なしの模様編みは10段なので、リブをもう1段編んだら増減なしの模様編みの段を10段編んでいきたいと思います。首のリブを編んでから増減なしの模様編みを10段編み終わりました。続いて減らし目をしていきたいと思います。反対側の方では増やし目を26段したので、今回は減らし目を26段していこうと思います。編み始めと編み終わり1段じゃないです。1目ずつ減らしていきたいと思います。ではまず鎖編みを2目編みます。1、2と編んだら、続いて隣の目、根元ではなくてその隣の目に長編みを編みます。そうしたらこれで長編みの2目一度をしたことにしたいと思います。なので、次の段一番最後の目はここですね。今針のすぐ下の目、これが一番最後の目になります。なのでステッチマーカー一応入れておきたいと思います。そうしたら続いて、長編みをもう一回同じ目に編み入れて、あとは普段通りの編み方、この長編みが2本ある右上に長編みを2回ずつ編んでいくというのを繰り返していってください。減らし目の1段目、最後のところになっています。普段だったら最後、ここに長編みを2目編んで鎖の上に長編みを1で終わるんですけれども、減らし目をするときはまずこの長編み2つの右側のとこですね、ここに長編みを1つ編みます。次、残りの2目、普段は編み入れないこの長編みの左側ですね、ここと鎖のところで2目一度をしたいと思います。なので針に糸をかけてから次の目に針を入れて持ってきて、2本糸をかけて鎖編みのところですね、ここに針を入れて糸を持ってきて2本、そして3本を引き抜く。これで減らし目の1段目が完成です。ここで注意点が1つあります。減らし編みの段は1段目のみ、最後は鎖編みに編み入れますが、ここから先は鎖編みや目の数とはカウントしない、最初に2目一度を編んでいる状態なので、最後は長編みの上に編み入れることになります。続いて2段目いきたいと思います。2段目、減らし目の時はすべて立ち上がりは鎖2目です。そして作品をひっくり返したら、根元の目、ここですね、ここに長編みを入れます。でこれで長編みの2目一度をしていることにしたいので、次の段一番最後の目はここになります。
そしたら次からは通常運転といいますか、この長編みの右側に2目ずつ長編みを入れていってください。2段目最後のところになっています。今長編みを2回編み入れて残りは3目になっています。そしたらこの1番目の目はもともと飛ばす目なので、残りこの2目で長編みの2目一度をしたいと思います。なので針に糸をかけてから最後から2番目の目、この長編みの上ですね、ここに針を入れて持ってきたら2本引き抜く。そしたら針に糸をかけて、このステッチマーカーが入ってる目ですね、ここに針を入れて、よいしょで糸を持ってきて2本引き抜く。そしたら3本を引き抜きます。これで2段目が完成です。あとはこの減らし目の1段目と2段目の編み方を繰り返していってください。で、段の数なんですけれども、前半編んだ編み方の逆をいく感じになるので、私はこの減らし目を26段編んでいって、それが終わったら増減なしを10段編んで、そしたらかぎ針を細い方に変えて、どこだ、これですね、中長編みを3段編んだら本体部分は終了ということになります。メイン部分すべて編み終わりました。そしたら作品を半分にパタンと折って左右両方の端をつないでいきたいと思います。当初の予定ではこの端っこ細編みか引き抜き編みでつないでいこうと思ったんですけれども、私は残り糸がこれだけしかないので、これで編んでいくのはちょっと危険だなということで縫っていきたいと思います。もう皆さんはお好きな方法でここ閉じていってください。私は針が入りそうなところ、どこでもいいのでそこを見つけてダーッと縫っていこうと思います。ちなみに縫っていく時は中表、内側が表になるようにして縫うなり編むなりしていってください。この作品自体どちらが表でどちらが裏でも構わないと思います。で、どこまで縫っていくかなんですけれども、下のリブのところからずっと縫っていって、最後減らし目と増やし目が終わるところですね、ここまでつなげたいと思います。なので私の場合は10段プラス首のリブ3段なので13足す13、26段分、この増減がないところ、これを袖としたいと思います。左右それぞれ端っこのところをつないだら、最後ここの首ですね、ボタンホールを開けていたはずなので、そこに合うようにボタンをつけてください。そしたらこの作品完成ということになります。袖のところをリブをつけようかなと思っていたんですけれども、私の場合はちょっと毛糸が足りそうもないので袖のリブは諦めました。リブを編み足さなくてもそんな見苦しくはないんじゃないかなと思っています。リブを足すんでしたら首とか裾と同じように中長編みを編み足してもらってもいいですし、もうお好きな編み方で足してもらったらいいんじゃないかなと思います。で、本体のところのこの模様編みですね、長編みオンリーですごいシンプルだけど可愛らしい模様ができたんじゃないかなと思っています。途中何回かこの長編みを2回編むべきところを1回しか編んでいなくて、次の段編んでいたら目が足りないっていうことがあってほどいたりもしたんですけれども、目自体すごい分かりやすくて拾いやすいんじゃないかなと思っています。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。